どうも、今回こんなものを手に入れたので開封してみたいと思います。これがですね、ミルウォーキーの M12 排水ハンディポンプっていうものになります。この M12 っていうのが要は 12V 仕様のバッテリーですね。それで作動する小型の排水ポンプです。このミルウォーキーはですね、このチャンネルご覧の視聴者さんだったらご存知の方多いと思うんですが、アメリカの電動工具メーカーなんですよ。でこの製品、これ新製品なんですけど、アメリカではですね、もう数ヶ月前からこれもう販売開始されてて、結構動画出回ったりしてるんですよね。で海外の YouTuber さんとかがですねこれ紹介してて、それ見ていやこれちょっと欲しいなと思って気になってたものではあるんですが、ようやく最近日本でも取り扱いが開始されたっていうことで、今回これ購入してみました。ちなみにこれ提供とかじゃなくて、今回は自腹で購入してます。ではちょっとこれ早速中開けてみたいと思います。サンプルバッテリー付きっていうことで 12V の 2A のバッテリーも付属しているようです。ちょっと楽しみですね。ではよっ、オープン。きたー。中身はこんなものが入ってました。思ってたより長かったです。でこれ本体、これとこの 2A のバッテリー、これも付属してきました。そう、この M12 シリーズの何がいいって、このバッテリーがめちゃくちゃコンパクトなんですよ。それでいて、これも M12 シリーズのインパクトなんですけど、めちゃくちゃパワー強いんですよ。これ300ニュートンメートル超えてる、それぐらいのパワーがあるインパクトとか、こっちもですね、こっちも300ニュートンメートル超えてる小型だけどすごいパワーを秘めてる、そういった電動工具が多いこの M12 シリーズ、めちゃくちゃ愛用してます。中身はこれで全部ですね。ポンプ本体に説明書、保証書で、今回これキャンペーン今やってるのかな、それのさっき紹介した 2A バッテリーですね。これが入ってました。これちょっともう動かしてみますか。装着して、ここですね。これが電源かな。オン。お、めっちゃ静か。はい。すごいシンプルですね。でこうやると電源が切れると。いいですね。インジケーターはここです。もう本当にシンプル。オンってやるとここのモーターが回転して水を吸い込むと。でオフにすると止まるっていう感じですね。今回これを購入した理由なんですけれど、これあまり知られていない事実なんですが、実は自分本業わさび農家なんですよ。なのでポンプめちゃくちゃ使います。もちろんエンジン式のポンプとかも使います。排水に使ったりとか、わさび田の砂を洗ったりとかですね、そういう時にエンジン式のポンプめちゃくちゃ使うんですけど、それ以外にもちょっとした作業でちょっと水をこういう容器に溜めたいとか、エンジンポンプの予備水に水を送りたいみたいな、そういう時にこういった電動のポンプってめちゃくちゃ便利なんですよ。で過去にも結構何度か紹介しているこのマキタのこの 40V 仕様のこれスプリットモーターっていうものなんですけど、このスプリットモーター用のこの水中ポンプアタッチメントっていうものがありまして、これもすごいよく使ってます。直近だと稲刈り終わった後のコンバインのクローラーを洗ったりとかですね、これ使うと川の水でクローラーの泥をバーッと洗ってあげることができるぐらい、それぐらい結構強い水圧を誇るこのポンプ、これスプリット式なのでばらして運んだりとかもできるんですけど、この使う時はですね、組み立てるとこれぐらいになると、ここが吸い込む部分でこういったホースですね、これを展開するとなると結構場所取るんですよね。かといってこのホースがないと使えないと言いますか、ちょっとした水抜きとか排水してあげたいっていう時はちょっと大掛かりになっちゃうと。っていうところで、これよりもさらにちょこっと使いをしたいっていう時にこれめちゃくちゃいいんじゃないかと思って今回これ導入してみました。このポンプがですね、こっちと同じようにこの下の部分から吸い上げるんだけど、こっちと違う点がここが排水口になってるんですよ。なのでただ突っ込んでビャーッと水を排水できるっていう、こっちよりもさらにシンプルにできてると。でこの M12 バッテリーなのですごい小型ですよね。
なのでこっちよりもさらに持ち運びしやすいっていうことで機動性も高いんじゃないかと。この持ち手の部分も滑り止め加工されてたりとか、バッテリーの接続部分もつらい位置になってるんですごいコンパクトです。なんかリストバンドみたいなのもついてきますね。腕にはめてこれ使うんでしょうかね。あとはこの水が通るこの銀色の部分、ここもアルミでできてるんでかなり軽量です。先端の水を吸い込む部分もですね、ハイドロパスフィルターっていう技術が採用されてるらしくて、ゴミとか細かい砂とかですね、そういったものも吸い込みにくくなってるようです。これいいですよね。これどういった現場で使われてるかというと、主に工事現場ですね。工事現場に開いた穴に溜まった水を排水したりとか、あとは下水道とかですね、溜まっちゃった汚水をこれ突っ込んで排水したりとか。でこれ面白いなと思った使い方は、これ結構動画出回ってたりするんですけど、アメリカってジャグジーの文化があるらしくて、庭にジャグジーとか、プールとかが設置してある家が多いらしいんですよ。でそういったジャグジーとかプールの水を抜いたりとか、で逆に、そういったところに水を溜めたりだとかですね、そういう使い方をしている動画よく見かけます。重さはですね、今この本体に 2A のバッテリー、あとはリストバンド、これを装着した状態で1845g ですね。2キロ以下と、片手でも全然楽々持ち運びできますね。この水を吸い込む部分なんですけど、取り外しできるようになってまして、万が一なんか詰まっても押してあげれば詰まったやつとかを除去できそうですね。本当にシンプルな水中ポンプって感じです。あとはこれリストバンドですね。正直ですね、自分これはあんまりもしかしたら使わないかもしれないんですが、かなりしっかりしたリストバンドがついてきます。落とさないように握ったりとかですかね、そういう時に使う用のこれリストバンドだと思います。あとはですね、このカラビナ、これめっちゃしっかりしてます。こうひねってこう外せると、またこうひねってこうですね、これめちゃくちゃしっかりしてます。細かいところなんですけど、ミルウォーキーの製品ってこういう小物がめちゃくちゃしっかりしてるんですよ。ただ、このリストバンド自分はあんまり使わないかもな。ちょっと現場で使ってみないと何とも言えないんですが、こういったものもついてきますね。はい。はい、ということで今バケツいっぱいの水を用意してみました。これを吸い込んでみたいと思います。これさっき付属してきた 2A のバッテリー、これをですね、フル充電しました。入れてスイッチオン。お、すげえ。思ってたより水圧が強い。結構強いですね。これあれですね、蛇口をバーッと思いっきりひねったやつのマックスよりもなんか強い感じがします。もう終わる。すげえ早っしかも結構下まで吸えますね。こんな感じで分かりますかね。小指のもう第一関節までいかないぐらい、ひたひたになるぐらいまで吸えます。しかもこれがですね、30秒間水を吸い込まない状態でいると自動で電源切れてくれるらしいです。例えば離れたところで作業してて、もうこんな風に吸い切っちゃって、すごい、本当に止まった。こんな感じですね。今みたいに止まりましたね。はい。ここ今オンのまんまなんですけど、ちょっと吸わないでいるとこれ停止してくれると。これめちゃくちゃいい。マキタのスプリットモーターにつけた水中ポンプだとそれできなかったんですよ。このストップ機能はマジでいいと思います。あとはここに排出口がついてるっていうのも面白いですね。こう突っ込んでホースとかつけなくても使えます。ホースを使いたい時もあるじゃないですか。ということでこのホース用のコネクタ、これもあらかじめこれ注文した時に Amazon でこれ購入しました。この径がですね、ちょっと特殊な径で、日本のホースとかであんまりない径だと思うんですけど、これ Amazon で手に入れることができました。これをですね、ここにこうはめると。これいいですね。普通にはまりました。このままでも使えるっちゃ使えるんですけどね。オン。にしてもめちゃめちゃ強い。水圧めちゃくちゃ強いです。はい。はい、今もうこんな感じで吸い込み終わりました。ちょっとほっといてみますか。今これぐらいしか残ってないです。
今止まりましたね。これならモーターへの負担もかなり減らせると思うんで、長持ちしそうですね。でもってこれつけると何がいいかというと、こういうやつですね。今ホームセンター行ってこれ買ってきたやつなんですけど、こうカチッとこれぐらいのホースつけたい時とかあるじゃないですか。そういう時にこれ便利かなと思って。このホースとコネクタ自体は本当にもう何の変哲もないホームセンターとかに売ってるやつです。こういうケースよくありますよね。穴に水が溜まっちゃってなかなか抜けていかないと。これうちでは一番詰まる箇所なんですけど、これの水抜いてみたいと思います。結構ゴミとかも浮いてます。これをこのバケツに、このホース使って入れてみましょう。これをちょっと突っ込みまして。安いポンプだと吸い込みの穴にこういったゴミ詰まってなかなか水を排出しづらいみたいなシチュエーションあると思うんですけど、これだとどうなのかちょっと吸い込んでみます。オン。うお、あ、すげえ、バンバン吸い込んでる。結構汚い水がちゃんと吸い込めてます。おお、いいなこれ。もう今そこにこうついちゃってる状態です。おお、にしても水圧が強い。素晴らしい。ちょうどバケツ1杯ぐらいかな。はい。ここでちょっと止めます。あ、まだ吸い込んでる。ちょっと見づらいかもしれないんですけど、かなり吸い込めました。あ、もう、まあ、人差し指の第一関節よりちょっと上っていう感じですね。こういったゴミも吸い込まずに、かなり吸い込めました。これはいいですね。これ何がいいってこの 12V のバッテリーですね。こんなコンパクトなのにこういった仕事ができると、さっと出してさっと使えるっていうこの手軽さがいいですね。じゃあこれちょっとわさび田に持って行って使ってみたいと思います。これぐらいじゃ全然減らないですね。まだインジケーター4分の4です。で今普通に吸い込んでたんですけど、これ何がすごいって、これ下砂地なんですよ。これ砂なんだけどズボッと突っ込んで今砂、地面下についてるんだけど、この状態で吸い込んでも全然詰まらないです。さっきちょっと紹介したテクノロジーのおかげかと思うんですけど、全然詰まることなく安定してこう吸い上げてくれてます。でもまあまあ水圧強いんですよね。こんな感じです。絞ってあげれば結構届きますね。5メートルぐらい先まではこう飛ばせる感じです。水くれとかやろうと思えばできますね。でまあただ水を抜きたいみたいな時はホース外せばやっぱホース外すと水圧が分散しないというか直で出る感じがしますね。次はですね、この100リットルのタンク、これにこの川の水汲んで
入れてみたいと思います。普段はですね、これ軽トラにこれを積んだまま、ここから水入れて、他の畑持ってって、これから水まいたりとかですね。また、噴霧器に、この水を使って、液肥があるんですけど、それを薄めるために、ここから水取ってみたいな、そういう使い方してます。でもって、さっきまでの実験で、これ2アンペアのバッテリー使ってました。これまだインジケーター1個も減ってないんですけど、この6アンペアのバッテリー、このミルウォーキーの 12V シリーズだと一番容量の多い、この6アンペアバッテリー、これをフル充電したものを持ってきました。ちょっと付け替えました。どれぐらいの量吸い込めるかっていうのを最後実験してみたいと思います。空っぽの状態、ここからスタートします。では、スタート。はい。ということで今、これ満タンになりました。今、水が少ない季節なんで、吸い込みにくかったっていうのもあって、6分41秒かかりましたね。でも、ほっとくだけで、これタンクいっぱいになるのはありがたいです。バッテリーはですね、まだインジケーター1個も減ってないです。では、これをまた水抜きたいと思います。これ何回繰り返せるのか、ちょっとやってみましょう。今ここまで吸えるんですよね。もうほぼ水が残ってない状態、ここまで吸い込めると。タンクから排出する場合は深さが十分にあるんで安定して排出できたせいか、10分45なので4分ちょいで100リットル排出できました。でもってバッテリーは1個減りましたね。ちょっとどれぐらいできるのか、今みたいな感じでバッテリー終わるまでやっていきます。これで今900リットルいきました。まだバッテリー残ってるんで、はい、こんな感じですね。まだ作動します。ここで1000リットル排出しきりました。現段階だと51分ですね。51分23秒。これ吸い続けてます。で、まだバッテリーあります。もうちょっと、もうこれせっかくなんで終わるまでやってみましょう。この6アンペア使えば1000リットルはいけるっていうことが分かりました。マジか。本当にもうこのミルウォーキーの 12V シリーズはですね、粘り強い。これが素晴らしいですね。結構な勢いでまだ出てるけど、これ。今、ちょうどというか、やっと終わりました。これやっと終わりましたね。これほぼ満タンと言っていいでしょう。この6アンペアバッテリー。これ使えば1100リットルぐらいの水をこう吸い上げることができると。ストップウォッチで測ってたんですけど、だいたい全部で57分41秒。これ分回し続けることができました。モーターがどこにあるのかな？ここにあるのかな？ちょっとわかんないんですけど、本体は全然熱くなってないです。こっちに関してはもう水の中に入ってるんで、もう冷えたまんまと。ちょっとこれ使ってみて、良かったポイントとここがなと思ったポイントを最後にまとめたいと思います。まず良かったポイントはですね、これコンパクトさ。これ素晴らしいですね。もうこれだけなので、軽トラの隅っことかにもバンと詰めるし、下手したら助手席なんかにもこう縦にやってあげれば詰めます。
あとはですね、こういったアタッチメントを使用すれば、さらに運用しやすくなりますね。今の実験やってみて分かったんですけど、この燃費が素晴らしいですね。こんなちっちゃいバッテリーですよ。こんなちっちゃいバッテリーなのに、6アンペア使えば1100リットル吸い上げることができました。あとはですね、ここがすごいですね。これ、砂地なんですよ。砂地に突っ込んでも安定してこの水を吸い込むことができました。中にもこれ全然砂そんなに入ってないんですよ。こんな感じです。少しは入ってるんですが、これぐらいなら全然許容範囲でしょう。ここですね、もし詰まっちゃったとしても、開けて中に詰まっちゃったものを取り除くなり、メンテナンスもしやすいですね。ちょっとこれ特殊な使い方かもしれないんですが、電源入れて、出しておいて、で電源切ると。で、あとはこのサイフォンを利用した水やりとかそういったこともできそうです。このあたりもすごいシンプルですね。オンとオフしかないんで、もう間違いようがないです。あとはですね、30秒間水を吸い込まない状態でいると、電源を自動で落としてくれるっていうのもいいですね。で、こういったリストバンドもついてきますね。はい。これちょっと使ってみてここかなと思った点、ちょっとこのリストバンドなんですけど、今回使う場所が見出せなかったと言いますか、個人的にはこれあんま使わないんで、もったいないんですけど、これちょっと取り外しておこうかなとすら思ってますね。人によってはそんなに使わないと思います。でですね、ここ、今回みたいにこのホース取り付ける場合は、この先端にこういったジョイントかませる必要があるんですけど、これがちょっと特殊な系でですね、見つけるのにちょっと苦労しました。自分は Amazon で買ったんですけど、正直ですね、このリストバンド、これつけるぐらいだったら、こことこのホースのセットみたいな、そういったものをつけてくれた方がもうちょっと実用的だったかなとは思います。こっちは本当にホームセンターとかで手に入るんですよ。これですね。これもちょっと概要欄にリンク載せてあるんですが、これを取り付けて欲しかったですね。これアメリカの製品なんで、この辺りはしょうがないと思うんですが、この日本仕様にローカライズする際にセットで入れてくれると、ちょっと親切かなとは思いました。あとはですね、こういったタンクで運用する場合、斜めに突っ込んでも水が満タンに入っている状態であれば吸い出してくれるんだけど、水が減ってきた時はやっぱ立ててあげる必要があると。これちょっと立ちにくいんですよね。立たせる時に何か掴むクリップとか、もうオプションでもいいんで、立てて置けるような台みたいなそういったものがあるとちょっとありがたいかなとは思いましたね。あとはこれ結構コメントをいただくこともあるんですが、このミルウォーキーの M12 シリーズはですね、インジケーター、これがですね消えるのが早いと、こんな感じですね。オンにした時に初めてこのバッテリーの残量が分かるっていうところで、この表示時間もうちょっと長くしてほしいですね。これは自分も結構それ感じることあります。で、これに付随したところなんですが、この M12 シリーズのバッテリーにはですねインジケーターがないです。なのでこのバッテリー単体ではどれだけあと残量があるのかっていうのは分かんないですね。ここで装着してオンにして初めて3秒ぐらいですかね、確認ができると。ここはですね、ちょっとなとは思いますね。この機能面には全く関係のないところなんですが、これちょっと改善してほしいかな、これは自分も思います。いやでもそんなところですかね。マキタのスプリットモーター、あれの方が水圧とか威力はめちゃくちゃ強いんですけど、ちょっとでかいし重いんですよ。あれを使うほどじゃないんだよなみたいな、そういった作業にはですね今後これをちょっと使おうと思います。ということでですね、これもし気になった方がおりましたら概要欄にこの商品のリンク貼ってあるんで、ぜひチェックしてみてください。おすすめの Amazon リストなんかもまとめてあるんで、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで今回はミルウォーキーの M12 排水用ポンプを使ってみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。